はいどうも皆さんこんにちは。今回は明治14年の政変と国会開設運動についてお話ししていきます。この政変をきっかけに自由民権運動は新しい局面に入っていくので大きな転換点となっています。そんな今回の動画は前回お話しした自由民権運動と関連が深いので、まず最初に前回の動画の振り返りから始めていきましょう。明治時代に入って成立した新政府はすぐに仲間割れをしてしまいます。この争いに負けた人たちは政府を辞めてそれぞれの方法で政府に対抗していきました。江藤新平と西郷隆盛は武力によって政府に対抗しましたが、鎮圧されて死んでしまったので、残された板垣退助は武力によって政府に対抗することはできない、言論によって政府に対抗しようと考えるようになっていくのです。こうして板垣退助は、今の政治は一握りの役人が思うままにしている、国会を開いて国民を政治に参加させろと主張します。これが自由民権運動でした。この運動が日本中に広がって民権派と呼ばれる人々が政府に国会開設を要求していくのです。さて、まず最初にこの動画の全体像をざっくりとお話しします。この頃の情勢は板垣退助を中心とした民権派の上に政府がいる、そして両者は対立しているという情勢でした。しかし政府内部が分裂する明治14年の政変が起こると、政変に敗北した大隈重信は政府を辞めます。こうして板垣退助は自由党、大隈重信は立憲改進党を創設し、政党が政府と対峙するようになっていくのです。全体の流れが分かったところで話を詳しく見ていきましょう。この頃の政府では民権運動の盛り上がりを見て、議会を開くのはやむを得ないだろうという雰囲気が広がっていました。ということで政府内部でも議会を開くことについてどう思いますかと意見交換が行われていたのです。たくさんの人が意見書を提出しましたが、特に注目すべき人物は大隈重信で、ここで大隈重信が提出した意見書はすぐに議会を開設すべきだと主張しているものでした。しかしこの意見書を見せてもらった伊藤博文はこれに強く反対します。なぜなら伊藤は徐々に議会を開設すべきだと考えており、大隈の意見は急進的すぎて意見が合わなかったのです。大隈と伊藤は対立していきました。そんな時に起きたのが開拓使勧誘物払い下げ事件です。この頃の政府は約300万円を使って北海道の土地を開発していました。その土地を薩摩出身の黒田清隆がたったの39万円で同じ薩摩出身の五代友厚に売ろうとしたのです。つまり国のお金を使って育てた土地を知り合いに激安価格で売ってあげようとしたということですね。この一連の流れが報道されると、民権派は政府への批判を強めます。やっぱり政府はけしからん、反発政府はダメだ、早く国会を開け、そのようなことを主張して政府を激しく攻撃、自由民権運動が再び盛り上がりました。この政府批判が激しくなっていき、政府ももはや抑え込むことができなくなりました。困った政府はついに10年後に国会を開くと宣言、民権派に妥協したのです。これが国会開設の直輸です。しかしここで気になることがあります。北海道の土地を売るという話は政府内部の話です。一体誰が政府の内情を漏らしたのでしょう。そこで名前が挙がってきたのが大隈重信でした。大隈重信は肥前藩出身だったので、大隈重信が払い下げの情報をメディアに流し、世間の薩長批判を巻き起こした、そのような陰謀論の噂が政府内部に広まっていったのです。こうして伊藤博文の大隈重信に対する不信感は頂点に達し、伊藤博文は明治天皇の力を使って大隈重信を政府から追い出してしまいます。これが明治14年の政変です。さて、大隈重信が政府を辞めたことも大事件ですが、政府が10年後に国会を開くと宣言したことも大事件です。この宣言が出されたのは1881年なので、10年後というのは1890年。こうしてこの10年間で政府と民権派は国会が開かれた後の準備をしていくのです。まず最初に民権派、その後に政府の準備を見ていきましょう。さて、民権派の中心組織といえば前回の動画でお話ししましたね。国会規制同盟です。その名の通り国会を期日を決めて成立させろと主張した同盟だったのですが、期日が決まったことで目標を達成したことになります。となると彼らは何をし始めるかというと、国会が成立した後のことを考えます。国会というのは簡単に言うと多数決です。多数決といえば平等な響きに聞こえますが、実は多数決には必勝法があります。
過半数を味方にしてしまえばいいのです。例えば100人で多数決をするときには51人以上を仲間にしておけば確実に勝てます。ということで国会規制同盟の人々は議員の過半数を確保するために仲間を集め始めました。こうしてできたのが自由党です。自由党の党首は板垣退助で、母体となったのは先ほど言ったように国会規制同盟でした。とはいえ国会規制同盟に参加した全ての人々が自由党に参加したわけではありません。中には離脱してそれぞれで政党を作るような人もいました。そんな自由党ですが、これまでの経緯を見てきたらイメージがつくと思います。自由党の気風は急激な改革を目指すといった感じで、現状に満足していない人々が政府を批判する熱い人が集まっているイメージです。他にも同じように政党を作った人物がいました。大隈重信です。政府から追い出されてしまった大隈は、同じように政府を追われた元官僚たちや知識人を集めて政党を作りました。これが立憲改進党です。このような経緯からもイメージがつくかと思いますが、立憲改進党の気風は穏健かつ知的合理的といった感じで、東京大学や慶應義塾出身の頭のいい人々が政府を批判する冷静な人が集まっているイメージです。特に大隈重信は福沢諭吉と仲が良かったので、慶應義塾出身の人たちがたくさん協力していました。板垣の自由党と大隈の立憲改進党、これ以降はこの2つがとても重要な政党となっていきますので、しっかりと覚えておいてください。それでは次に政府の準備を見ていきましょう。この頃の政府も同様に10年後の国会開設に向けて動き始めていました。もしも国会が開かれたら、政党が国会を通して政治に口出しをするようになることは確実です。となると、邪魔が入る前にできることはやっておきたい。国会が開かれる前に憲法を作ってしまおうと政府は考えます。こうして伊藤博文は憲法の勉強のためにヨーロッパへと出発するのです。そうなると民権派も黙ってはいられません。板垣退助の盟友である後藤象二郎は板垣に対して、伊藤博文がヨーロッパに赴いている、我々も海外に行き外国の様子を見聞すべきだと主張。こうして後藤象二郎と板垣退助もヨーロッパに外遊することになりました。しかしこれには問題がありました。なんとこのヨーロッパ外遊のお金は政府から出ているということが分かったのです。実は後藤象二郎は政府に働きかけて、私をヨーロッパに行かせてくれないかと持ちかけており、これを好都合と考えた政府は後藤象二郎にお金を出します。そのお金を使って後藤象二郎と板垣退助はヨーロッパへ外遊に行ったのです。要するに政府は自由党の弱体化を狙ってお金を出し、板垣と後藤をヨーロッパ諸国に旅行させたのです。この様子を見た自由党の人々は、板垣と後藤は政府に飼いならされたと考えました。こうして指導者を失った自由党は内紛を生じ、統制力を失ってしまいます。さらに立憲改進党も、自由党は政府に買収されたと言って批判。これを受けた自由党も、立憲改進党の大隈重信は三菱と癒着していると言って反撃し、自由党と立憲改進党は対立するようになっていくのです。こうして統制力を失った自由党員が中心となり、政府転覆や役人の暗殺を企てる者が現れます。民権運動は激化していったのです。これらの事件は武力によって国家転覆を狙うような、いわばテロのようなものだったので、政府は警察のみならず軍隊まで動員して鎮圧。グダグダになってしまった自由党は解党し、立憲改進党も大隈重信が抜けたことにより活動を停止。自由民権運動は一旦衰退してしまいました。とは言っても国会が開かれることは決まっています。その期日が近づいてくれば、民権派ももう一度みんなで頑張ろうと考えるでしょう。こうして後藤象二郎が中心となって始まったのが大同団結運動です。勝意を捨てて大同を旨とす。要するにこのままでは衆議院の過半数が取れない。そうなると政府の思うつぼだ。小さな意見の違いは捨てて、大きな同じ目標に向けて協力しよう。国会開設に向けてもう一度集まろうと呼びかけたわけです。しかし知名度でいうと後藤よりも板垣の方が上です。旧自由党が大同団結運動に合流してからは板垣が主流となっていきました。これと時を同じくして別の運動が起きます。三大事件憲白運動です。また別の動画でお話ししますが、この頃の政府は条約改正に向けて活動していました。そんな中で出てきた政府の条約改正案が屈辱的な内容であるとして民権派が起こり、旧自由党の急進派が集合して
政府転覆を図った運動でした。彼らの主張は言論集会の自由の獲得、知訴軽減、外交失敗の回復の3つです。これらの3つを要求する三大事件憲白運動が大同団結運動と結びつき、この頃に反政府的機運が高まりました。この民権運動の盛り上がりに驚いた政府はどうするか、もう予想がつくようになったでしょう。再び弾圧します。保安条例です。この条例により約450名の反政府派の人々を東京の外に追放。理由は内乱の陰謀があり、安全保障を妨害する恐れがあるというものでした。さらに政府は運動の中心人物だった後藤象二郎を政府に取り込むことで民権派の分裂を誘いました。こうして運動を鎮圧することに成功した政府は、この間に大日本帝国憲法の準備を進めていくのです。さて、いかがだったでしょうか。今回の動画で自由党と立憲改進党も登場しましたし、いよいよ自由民権運動も大詰めを迎えてきました。これ以降は憲法が制定されて初期議会が始まるといった流れなのですが、今まで政治の話ばかりしてきたので、ここで一度経済の話を挟もうと思います。ということで、次の動画では経済の近代化と松方財政についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。